こんにちは、つんです。突然ですが、掃除グッズは何をお使いですか？王道は使用済みの歯ブラシとかだと思いますが、掃除時間はできるだけ短く効率よく終わらせたいですよね。100均にもいろんな掃除グッズがあってどれも便利そうだけど、中にはすぐダメになってがっかりしちゃうものもあります。ちなみにこのブラシは2回でへたってしまいました。ということで今回は買ってよかった100均お掃除グッズベスト6をランキング形式でご紹介します。後半では残念だった掃除グッズもご紹介するので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。気がつけばシャワーの水がこんな風にあらぬ方向に出てる時ありますよね。こういうの放っておいても死にはしないんですが、水垢が溜まってると思うとちょっと気になるので、時間があるときはクエン酸水につけて洗ったりしています。ただこのシャワーの穴の中の汚れっていうのはクエン酸水につけただけではいまいち落ちきれないんですよね。そんな時にはこれです。シャワーの穴洗いという商品です。これはセリアですが、どこの100均にもあると思います。ちなみにセリアは6本入りで100円でした。いろいろ試したけど、やっぱりシャワーの穴っていうのはこれが一番。例えば以前歯間ブラシでも試したことがありますが、そもそも入らないっていうことがあったり、無理やりこう入れてみてもやっぱり歯間ブラシっていうのは歯茎を傷つけないような商品なので、水垢をかき出すほどの強さはなかったです。シャワーの穴洗いは地味に大変な作業ではあるのですが、結局今のところこれが一番早かったです。おかげでこんな風にまっすぐ出るようになりました。セリアのは 0.7 ミリ以下の穴とかステンレスの板に穴を開けたタイプには使えないそうですが、私的に今のところシャワーにはこれ一択。代わりが効かないのでないと困るアイテムです。はい、第5位はこちら。セリアのネコピカペタコラです。ちょっと言いにくい。白と黒の2個入りで100円のアイテム。個人的にはどっちも白にしてほしいと思っています。日々の小掃除にちょうどいいサイズ感で、気がついた時にパパッと使えてとっても便利。猫型っていうのも意味があって、耳のあたりのカーブが蛇口周りにすごいフィットするんです。細かい掃除に使えるのもポイントです。吸着面と2種類のスポンジの3層構造になっていて、吸着面は粘着タイプではありません。アクリル系樹脂面の微細な穴が平らな面に吸着する仕組みと書いてあったんですが、ちょっと何言ってるか分かりません。とにかくですね、これが鏡などにペタッと貼り付きます。糊がついているわけじゃないのに気持ちいいほどくっつくんです。もちろん洗面ボウルにも何度でも繰り返し使えます。浮かせておけるので衛生面も安心だし、収納場所を考えなくていいっていうのが快適すぎました。今では毎日の小掃除に欠かせないアイテムです。IH コンロの焦げ付き汚れはどうやって落としていますか？当然普通に拭いただけじゃ取れないし、お手軽なメラミンスポンジは NG なんですよね。以前はクレンザーをかけて丸めたラップで落としていました。これですっきり落ちるからいいんですが、クレンザーが残らないように何度も拭き上げるっていうのが面倒だなと思っていました。メラミンスポンジぐらい楽に落とせるアイテムはないかなと思って探してみたら100均にありました。本当に何でもありますね。こちらダイソーの汚れ落とし消しゴム。
商品名通り消しゴムみたいな形で、素材は合成ゴムとガラスパウダーでできています。 IH のトッププレート以外にも鍋とかフライパンとかシンク周りにも使えます。これが本当に便利で、水で濡らして軽くこするだけ。ご覧の通りみるみる落ちます。消しゴムというだけあってちょっと黒いカスは出るんですが、洗剤いらずで手軽に落とせるっていうのが最高です。簡単に落ちるとね、掃除も楽しいですよね。で、こんな焦げ付き汚れがほんの数分こすっただけで落ちました。おかげで今までよりも掃除が楽になりました。これはもっと早く買えばよかったです。はい、第3位も洗剤いらずで落ちる掃除グッズです。お掃除のプロも愛用していると話題になった焦げ取りスポンジ。これはダイソーで買いましたが、セリアやキャンドゥにもあります。鉄とステンレスの汚れを取るのに使えるアイテムで、プラスチックは傷がついてしまうので使えません。詳しくは使用上の注意をご覧ください。これが水垢の掃除にすごい使えるんです。例えばこのうっすら曇ったバスルームの手すりも、水をかけながら軽くこするだけ。強くこするとちょっと傷がつくかもしれないので、撫でるぐらいの感覚で OK です。力がいらないので楽なんですよね。はい、こんな感じで落ちました。水垢って乾くと白く復活してきたりしますけど、これは乾いても白く復活してきません。もちろんカラーにも使えます。水垢はね、溜めるとなかなかね、落とすの大変なんですが、これなら気がついた時にさっと使えるので、掃除のハードルがめちゃめちゃ下がりました。はい、第2位はこちら、セリアで購入した浴室洗いミトン110円のアイテムです。バススポンジを買おうと思ってセリアに行った時に見つけて、これを買ってみたら大正解でした。素材はポリエステル。カノコ編みのようなデコボコがあります。手首にはゴムが入っていて、使っている間にスポッと抜けることもありません。指は分かれてなくてすっぽりかぶせるタイプです。生地は厚くないので折り曲げやすいです。手首のゴムは緩すぎずきつすぎず程よい感じ。サイズは全長20センチで幅が11センチ。男の人にはちょっと小さいかもしれません。スポンジだと洗いにくかった細かい部分も、この手袋タイプならしっかり届いて洗いやすいです。この辺はね、もういつも洗いにくくて正直ちょっとサボっちゃったりしてました。指が分かれてなくても生地が伸びるからちゃんと掴むことができます。特にこのシャワーヘッドとかホースとかめちゃめちゃ掃除しやすいです。もう普通のスポンジには戻れません。排水口周りの細かい溝とかも指で掴みながら洗えるのでノーストレス。私いつも排水口は手を突っ込んで洗ってるんですけど、ドロドロ汚れに直接手が触れないっていうところも良かったです。そういう細かいところももちろんなんですけど、バスタブの縁とかも手で掴むように洗えるのが楽でした。生地が薄めなので絞りやすいです。これは柄のないシンプルなグレーってところも私の好みでした。手の感覚で洗えるってところが良くて、スポンジを使っていた頃よりも掃除が楽になりました。はい、そして第1位はこちら。これ私が YouTube を始める前から愛用しているブラシで、
今まで当たり前のように使っていたので紹介しそびれていました。この形状がディスポーザーの掃除にほんと使いやすくて、もはやないと困るぐらいです。ブラシが丈夫ですごいへたれにくくて、100円なのに長く使えてコスパもとてもいいです。確か隅っこ洗いブラシっていう商品名でどこの100均にもあると思うんですが、今は形がちょっと変わってるかもしれません。ダイソーの方はもうこれ3年以上前に買いましたが、まだまだ現役で洗面所用に使っています。これほんと地味だけどめちゃめちゃ優秀です。はい、ここからは番外編です。そんな感じで掃除グッズはほぼ100均で買っていますが、今まで撮影しておきながら私的にはちょっといまいちで、お蔵入りとなったアイテムもありました。まず1つ目はこちら、キャンドゥの曲がる隙間ブラシという商品です。隙間を掃除しやすい一列ブラシで、さらに先端が曲がるので曲線にもフィットするっていうのが特徴です。ただこの曲がり方はね、思っていたよりも固めでした。蛇口の隙間を掃除してみたところ、確かにこのブラシが一列なのでフィットするんですが、あまり曲がらないかなっていう感じで、でもそこは許容範囲でしたね。排水口の隙間掃除にもそんなに悪くはなかったです。ただ私はかねてから掃除しにくいと感じていたこのキッチンの端の段差に使いたかったんですけど、2、3回掃除しただけでこんな感じでブラシが広がってしまいました。私の使い方が悪かったとは思いますが、ちょっと耐久性はいまいちかなと感じました。はい、そしてもう一つもこれキャンドゥで、水を含ませこするだけメラミンスティックという商品です。先端が外れるようになっていて、メラミンスポンジを挟んで使うようになっています。メラミンスポンジはこの一般的なサイズよりも小さいスポンジが取り替え用として全部で3つ入っていました。メラミンスポンジに絵がつくっていう感じで、ブラシのようにメラミンスポンジを使えるので細かい部分の掃除に良さそうかなと思って買ってみたんですが、これね、スポンジがねずれちゃうんですよ。指で押さえないと力が入らないんですね。私の使い方が悪いのかもしれませんが、これなら手の方が早いかなと思ってしまいました。非常に惜しい商品でした。はい、今回は100均で買ってよかった掃除グッズをご紹介しました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。